から見たらパイプすごいことになってますよね。太陽出てると雪がもう柔らかすぎてパイプ全体的になんかこうボコボコしてくるんですよね。今とかもう普通に練習とかだったら帰ってますねみたいなレベルですかね。Welcome to Aspen, Colorado in the first ever Snow League one-on-one elimination style until there is just one snowboarder left standing. Hey, number 99, how we doing today, buddy? That turns our attention now to semifinal number 2. And you've got the very best in the world, the reigning Olympic gold medalist, Ayumu Hirano. The first rider to ever land a triple cork in competition. He's thinking right now, do I need the triple now? Do I not need the triple? The fact that you have that in your arsenal is amazing. Yeah, absolutely. This kid is amazing. Very good question. Jersey number 99 dropping in. This is Ayumu Hirano, and we will see. There it is. 1, 2, 3. 1440 into the cap, double 12. And the front side 12. Oh, yeah. He's feeling it right now. Ayumu Hirano came to play here in semifinals. I could watch that frontside triple cork 1440 all day. Ayumu invented it. He's been doing it the longest. It's one of the hardest half-pipe tricks ever done in history. This is going to be maybe the closest score we're going to have here. Yeah, judges definitely taking their time. And it's Yuto Tsuka. He's eliminated the Olympic gold medalist, Ayumu Hirano. A 92-2. Usually that is a game, set, match winning score, but not today in Snow League. Unbelievable. Ayumu Hirano, he will claim third place, and there will be a Japanese sweep of the podium here at Snow League. Aspen, Colorado, put your hands together. Third place, Ayumu Hirano! Long White presenting the trophy here. Yeah, let's hear it again. Ayumu Hirano, third place. And I think it's champagne time. Time for the bubbly. Popping bottles on the podium. 中にオリジナルソースみたいなのがあって結構美味しい。あ、それ。でです。適当に。ありがとう。いいですか？いや、気持ちいいね。なんかもうオーバーワークじゃないですけど、やっぱそういう体の疲労とかをすごい時々は感じてしまうような一日の長さだったから、いやまあ結構その辺は。今までなんですかね、スノーボードの一日っていう中で一番長い日だった気がしますね、今までの。聞きたいことがあって、セミファイナルの1本目のトリプルコークはどういう感覚だった？いやーでもすごいこう自分の中で自分に集中してて、この状況下の中でマックスというか、なんかこう納得いくものにすごい近づけられた瞬間だったんで、結構自信あったんですけど、ちょっとなんかジャッジに嫌われるようなとこもあって、
まあそこは正直、この、ジャッジの判断とかも正直自分の中では納得いってないところはあるんですけど、なんかちょっと首をかしげざるを得ないようなこう気持ちもあって、まあまあ終わったことだからあんま考えたくないんですけど、なんか天気が良くても今は本当に雪が状態悪くなっちゃったりとかで、まあでもなんか一応毎日山は本当帰ってきて次の日から毎日山に上がってるんですけど、練習内容としてはほぼゼロっていう感じで、まあ時間もあっという間になんかこう過ぎてってるような感じというか、なんかもったいないなみたいな。だからその辺はやっぱり全然なんかこううまくいってない感じで、いやー本当にどうしようかなっていうか、本当にこう環境を変えることまでなんか考えて過ごしてて、本当明日がやっとちょっと練習できるんじゃないかっていう兆しがあるんで、ちょっとそこはすごいこう気持ち的には狙って気合い入れていかないとなっていう気持ちなんですけど。今ドロップめっちゃうまくいったもんね。もうちょいスポンいけたらな。これはちょっと腰がなんか気になる。回収のもそうだけど、ここでグッてこうカーブするとか、この R スポイただ流して、そうするとおそらくお尻の入れるのが、だいぶ頭は起き上がってるんだけど、もっとお尻こういう風な感じで入れていかないといけないのかね、上半身上げていくのか、もうちょっと回収は工夫が必要だね。そのお尻を入れるっていう意識で前に出すのはいいんだけど、こっち側に出るのは絶対ダメだから、そうするとこの肩の入り方がもうこっからこういける。すごいいい練習できてないのかちょっとな。いや、次でちょっと変わった。それも狙っていくわ。
上の2人の英樹と歩むにはやれっていう形で子供の意思を無視して実際はやってたと思うんですよね。最初はやっぱりやれば上手くなるじゃないですか。僕教えるの上手いのかなって思ったりなんだけど、本当僕勘違いしてて、それですごくこう頑張れば頑張るほど子供を傷つけてしまったり。やっぱスノーボード場に大体朝11時ぐらいには行くんですけど、で大体行きの車と帰りの車はめちゃめちゃ怒られるんですよ。でその時に歩夢は一番後ろでミラー越しから結構父さんの様子と俺の様子は伺ってんのはなんか今でも覚えてますね。長男はずっと僕の助手席であれさこうでこうでこうでって言ってるのをこうやって聞いてるんですよ。で歩夢のこと見るともうすぐバックミラーからいなくなって、なんていうんですかね、こう長男の後ろに歩夢がいたことが幸いしてたり、僕の悪い空気を吸わなかったのかなと。始めた時は結構もう一緒に始めたみたいな感じだったんで仲間ですねなんか父ちゃんがいない時とかにやっぱりもう普段きつすぎるんで一緒にこうサボりたくなるんですよね。そういう時にこうお互いにこう父さんの車を来てるのか来てないのかとかこう見張り役と休む役とかつけながら、そういう部分ではもうなんか一緒に乗り越えた仲間みたいな。いや頭おかしいと思いましたね。本当になんかもう客観的に見えてたからこそめっちゃ辛そうだったっすね。もう父さんが例えば教えててなんか楽しそうだとかもなかったし、3人一緒にみんな辛い思いしてこうなんかこう成長してって今があるような感じに見えましたね、その時は。歩夢が13歳ぐらいだったと思うんですけど、 X ゲームっていうところに初めてこう私が行った時に氷のところでやっぱ夜大会がやるので氷じゃないですか。今まで小さい時飛べとか回せとかっていうのを子供たちに言ってた自分が飛ばなくていいよ、もうこれシャレなんない、死んじゃったらどうしようって思ったんですよ。それまで飛べと回せしか言ったことないような僕が。いよいよだね。緊張してる？緊張してる？いや、そんなにしてないです。大丈夫か？相当痛いで。どこ？水落ちとか結構暴れとか行ったんですよ。鎖骨とかは大丈夫。板を出てちょっと見てもらって。いいよ、もちろん。おい、行ってこいやめ。Let's get out now. Wow, I think that even with this down, this is going to be a big score. To come in, notice 18 feet high, average 16 feet. Those numbers are so close to Shaun White's. Second place. Give it up for Your champion, Shaun I had heard there's a very young Japanese rider. He was just crushing it. They were saying, oh, here's the next Shaun White. You know, I don't think I felt like he was a threat at that point. I just heard the name and I was like, oh wow, as a young kid, incredibly talented. That's so great. Let's see where he ends up if we're going to battle one day. オリンピック出れるとしたらショーンと当たるだろうけど、どう思う？そうですね。倒したいって感じです。Ayumu Hirano currently in a bronze medal position. This is his second and final run.
The score coming in by Yumo Hirano isn't enough to take the top spot. Is it enough for the silver? Yumu Hirano from Japan, one of the top 3 riders in the world. He has to deliver here. 95.25. Ayumu Hirano goes into first place. He says, take that, Shaun White. He means business here in Korea. Shaun White has dropped in for gold. Front side double court 1440 for Shaun. Are we going to see the back-to-back 1440s on White now with a front side double court 1260, and he puts it down, and Shaun White with an incredible run there. Shaun White takes gold in Pyeongchang. He takes it away from Ayumu Hirano. Unbelievable scenes. Wow. Shaun White has delivered. Ayumu Hirano in the picture. Disappointments.今自分がやろうとしてることとかっていうのが、スノーボードにまた戻る時にこうスノーボードだけをやってきた人にわからない感覚が自分にくっついてくれば。Superb speed, superb power. Wow! Stratospheric start from the Japanese snowboarder turned skater. Massive again. 12, front up 12. Back to back 12. Does he get it? Oh my goodness. Oh my goodness. This could be the one that puts him into the gold. It does. A 96. He wins the gold medal. Look at this. First one to congratulate him right over there. Shaun White. Back-to-back Olympic silver medals. Always second place, but not this time. He's the golden boy, the gold medal for Ayumu. 最初のオリンピックとかは銀メダルだったんですけど、なんつうの、オリンピックに行けたとか、その達成感みたいなのは、やっぱあったんですけど、まあすごい悔しい結果でもあったんで、なんかすごいより濃い自分との戦いが始まったというか、で、なんか目指してる先まであと4年もあってずっと戦ってる感覚っていうのがなんか強かったんで、結構苦しい、全然楽しくはなかった。で、4年を迎えてまた次同じ銀メダルになった時とかもやっぱいやこれ取らずには終われないなっていう気持ちもあったんですけど、でもなんか本当オリンピックのためだけにかけてる自分みたいなのがちょっとなんていうんですかね、まあそれでいいのかなってまで思うような、でスケートボードにチャレンジして、なんかさらなる本当強さみたいなものを、習得できればなと思ってて、でも本当そのスケートボードのおかげというか、本当気持ちガラッと変わってスノーボードに戻ってこれた感覚がすごい強くて、結構それで3回目の冬のオリンピックでやっと自分の夢叶ったなみたいな、そのちっちゃい頃からそれだけをただ持ち続けてきたみたいな自分はいたんで、いやまあでもちょっと本当夢のような感覚で、なんか最初全然本当に実感なかったんですけど、
Okay, just to go down.もう見た目は死んだかと思うぐらいの心配だったね。スノーボード怖いですね。怖いですね。ハーフパイプが一番危なくて怖いなとは思います。コンクリートぐらい硬いぐらい、やっぱ氷みたいな時もあるんで、初めてトライする技の時とか、足震えたりとか、前の日寝れなかったりするですね。怖すぎて。Yes, I'm scared. I'm definitely frightened, but you know, to have something really serious happen to you and you to go, okay, let's put that aside and get back to work. You know, you touch the stove at home when you're a child and it burns your hand, you know to not touch it again, but you know, we kind of go, I'm gonna hover around it, you know, I'm gonna play with this fire a little, so. いやー、怪我しました。なんだかんだこうずーっと怪我続いてて、でその流れで今年本当4回、今回も2本折れてて、もう本当オリンピックとか本番というかに差し掛かってくる瞬間なんで、気持ちの中ではもう俺は怪我してないって言い聞かすこともすごい大事で、怪我したって自分がこうそれを認識しちゃうと怖さというかトラウマみたいなのも出てしまって、そこで勢いが下がってしまう選手もたくさん今までいたし、なんかいきなりこの人飛ばなくなったよねとか。You know, when I think of Ayumu, I see the mental strength. You know, I've seen him get terribly injured and come back to do the same trick that he's injured attempting. You know, I've watched him training, doing the tricks over and over and over, really beating himself through repetition in these things. And I say it's almost like a computer program. He has a great ability to do a trick and lock it in, and once he's got it forever. OK ちょこちょこ誰かに見てきてもらうようにする。OK です。ありがとうございます。繰り返し反復練習をするっていうのは、まあ基本的にはそうだと思います。でも歩夢の場合はちょっと練習する時間も長いし、あそこまでストイックに自分を追い込んで、いくら辛くても体痛くてもその日の練習を絶対やり遂げてみたいな、なんか人一倍そこに対しての努力は妥協してないなっていうふうには感じますね。なんででしょうね。やっぱあそこまでの選手になって結果を出し続けたりとかするためには、やっぱ人と同じようにやりたい時やってやりたくない時やらないみたいなことやってても多分続かないんじゃないですかね。
自分でなんか今日オフにしようとか、今日ちょっと休む日にしようって思うと、なんかその罪悪感も生まれる時もあったり、なんか今日もやんなきゃないなみたいな感じで、なんかこう頭ぼーっとしててもやってる時とかは、まあやるようにしてますね。兄ちゃんのことはみんなストイックとかそんぐらいにしか分かってないと思うんですけど、全然もっと深い、本当それこそ前のオリンピックでもう引退してもいいぐらいなのに、もう未だにこうやって追いかけ続けてるから、オリンピックで金取ったら満足しちゃうのが普通だと思うんですけど、彼は満足してないから、なんて言うんだろうな。本当になんて言葉に表しづらいぐらい、きっかけがないとやれないみたいな感じでは痛くないなというか、常になんかこうモチベーションとか原動力がなくてもなんか自分のためにやり続けられれば、一人のなんか人間としてすごい強いものなのかなと思うんで、どっか自分がこう常に強くなっていたいみたいな、まあほんとそういう気持ちだけを支えに多分生きてんのかなっていう。Ayumu getting ready.